皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、中国で日本人親子が切りつけられるという事件が発生しました。ところが中国当局はこれを事件として正式には発表せず、ニュース報道などでも取り上げられることがありません。さらにはネット上では、この事件に関連する書き込みをした多くの人々が検閲によって書き込みを削除されており、中国当局が隠蔽を図っていることが明らかになっています。今回はこの件についての解説をしていきましょう。まずは、日本側の報道としてどのような内容が伝わっているか、そこから見ていきます。中国で日本人母子が男に切りつけられる、病院搬送、日本大使館が邦人に注意呼びかけ、中国東部の江蘇省湖州市で日本人の母子が刃物で切りつけられ負傷した。在中国日本大使館は同日深夜、在留邦人に対し、外出の際は周囲の状況にくれぐれも留意するよう注意を呼びかけた。日本政府関係者によると、30代の母親と未就学の男児が蘇州のバス停で日本人学校のスクールバスを待っていたところ、中国人とみられる男に刃物で襲われた。母子は病院に搬送されたが、命に別状はないという。容疑者は現場で当局に身柄を確保された。日本人を標的にしたとの明確な情報は現時点で確認されていないという。在上海日本総領事館が現地で情報収集などに当たっている。現場にいたスクールバスの案内係の中国人女性も切りつけられ重体という。女性が母子をかばったところ刃物で切りつけられたという情報もある。蘇州の日本人学校は25日休校となった。中国各地にある日本人学校も警備を強化している。日本大使館は在留邦人に対し、最近中国各地で人の集まる場所における死傷事件が発生していると注意喚起を行った。中国では不動産不況を背景に経済成長が鈍化し、庶民の雇用所得環境が悪化、社会不安につながることが懸念されている。蘇州は江蘇省南部の小工業都市で、上海市から高速鉄道で約30分と近い。人口は約1295万人。日系企業を含む各国のメーカーなど多数が進出している。昨年10月時点で蘇州居住の法人は約5300人。この記事の補足も見ておきましょう。つい最近同じような外国人死傷事件が発生しています。6月10日、中国北東部の吉林省の公園でアメリカ・アイオワ州オネールカレッジの講師4人が刺される事件があった。4人の命に別状はなかったが、ロイター通信、BBC、CNN、NHK など西側主要メディアはこの事件をいち早く報道し話題となっている。一方で、中国の国営メディアは事件をほとんど報じていない。BBC は次のように報じている。警察によると、男性がアメリカ人講師らの1人に体をぶつけて刺し、続けて他の3人も刺したという。さらに、助けに入った中国人観光客も負傷させたという。警察はサイという姓の男を逮捕した。他の事案とは関連のない単独の事件と見ている。まず母子が刺された件についてなのですが、おそらくバス停で待っていたところを狙われ、その後のスクールバスについても犯人が乗り込もうとしていたことから、おそらくは日本語学校をある程度狙い、それに合わせて待っていた人物が日本人女性だということを見当をつけて狙ったものだと見られています。誰でもよかったのであれば、そもそも日本語学校のスクールバスに乗り込んでさらに犯行を続けようとはしていなかったでしょう。その時間帯他のバスでもまた通り魔であるならば、それ以外の中国人の通行人なども狙っていたはずであり、そのような行動をしていなかったのが日本人はある程度狙ったと見られる犯行です。ただし、この男をなんとか食い止めようとしたのも中国人の女性ですし、また当局が取り押さえるその前の段階においてはタクシー運転手の男性がある程度止めに入ったという話もありますから、中国人全員誰もが日本人を襲おうとしているという拡大解釈はすべきではないでしょう。しかし中国当局はこれを事件として正式に発表しておらず、またネット上においてもこの事件に対する書き込みを次々と削除しているというのは、中国当局の隠蔽体質が極めてひどいものであることを示しています。またアメリカの大学講師らに対する襲撃事件においてもそうなのですが、当局が逮捕した後、犯行動機がどのようなものであったか、そして犯人がその後どうなったかについての続報が
出てこないといったものも、これもまた問題でしょう。例えば、アメリカの大学講師らに対する切りつけ事件については、犯人が取り押さえられた当初、肩がぶつかったんだといったような話をして、犯行動機だとしていましたが、ナイフを常時持ち歩いて肩がぶつかったことを理由として、何人も切りつけるような衝動的な犯行とはちょっと思えないような事件の深刻さがあります。そして今回の母子切りつけ事件の背景として言及もされていましたが、今中国においては不景気といった問題があります。景気が悪くなれば当然のように多くの人々が失業し、もしくは収入が減ります。そしてその原因がどこにあるのかといった話になった時に、中国国内においては中国共産党に対して真っ向から経済政策が間違っていた、現在の習近平体制のままでは多くの人たちがこの不況に苦しむことになるといったような正面からの批判をすることは、これはご法度です。それこそ常時検閲されている中において、そのような情報を書き込めば、それをもとにして何らかの罪を着せられて表の社会から抹殺される危険性すらあります。ですからどこに人々の不満を持っていかせるかといえば、それが排外主義へとつながるような海外に対する批判を差し向けるような話については、中国当局はほったらかしにしているという可能性があります。例えば米中における経済摩擦において、アメリカが中国に対する様々な制裁関税などをかけて、これに対する不満が中国側にあります。しかし中国側としては、そのような中国批判は非常に不当なものであり、欧米から何か言われるたびに彼らの方が間違っていると基本的には逆ギレするものです。一方で日本に対してなのですが、そうした経済的な問題、それ以前の問題として、公の教育として反日教育があり、その反日教育の上にさらには大人向けの反日ドラマなどの放送などもあります。そのため反日運動が高まった際には、愛国無罪といった言葉を使って日本人や日本企業に対する犯罪行為の正当化といったものがしばしば見られるものです。そして現在の経済不況下における不満のはけ口として、陰謀論といったものが中国では展開されることがあります。例えば多くの日本企業が製造現場やもしくは外部の業務委託の一環として中国にオフィスを構えていることもあります。それらに対する駐在員などもあり、家族が日本語学校に通うようなこともあります。中国各地に日本語学校があり、その日本語学校がスパイ養成機関であるという陰謀論が中国では流されることがあります。日本人の感覚から言えば、中国で働いている親の下での子供もいずれは日本に帰ってくるから、中国語教育ではなく日本語学校での勉強といったものは大事だというのがわかるのですが、しかし彼らにしてみると、中国なのに日本人が日本人だけのコミュニティを作り、そのコミュニティにおいて彼らがよからぬことをしているという陰謀論が展開される、その土壌として反日教育や反日ドラマ、そして中国当局による日本人差別の容認などもあって、こうした陰謀論が展開しやすい状況というのがあるのです。つい最近でもそうした中国当局による日本批判、例えば福島原発の処理水放出に関しても中国当局は一貫してこれを核汚染水だと呼び、日本を批判し続けています。そうした中国当局による非科学的な日本批判に対してこれを真に受ける中国人が日本にやってきて、靖国神社の石柱に落書きをしたり放尿したりといったことも起こりましたし、また全国的な報道にはならないものの、日本各地の神社仏閣などに対するいたずら書きや破損行為といったものがしばしば発生します。しかも悪いことに、日本でもそうですが、中国においても注目を集めてそれに基づくお金儲けといったものが一つのビジネス手法として定着しつつあります。人口の多さで言えば中国の方が多いわけで、目立てば目立つほど、それに伴って支持者を得て、それらの人たちに対して何か物を売りつけたりであるとか、活動資金をカンパで集めるといった方式で、非常に多くのお金を得る人たちも多いのです。単純に経済的な苦境から外国人を排斥しなければならないという、要は思想犯といった場合もあれば、このような排外主義を掲げる行動を周りの人に拡散するだけで利益を得られるような陰謀論が展開しやすいネット環境というものもだんだんと醸成されつつあり、
リスクはこれからも高まっていく傾向を示すでしょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録して、これからもこのチャンネルの動画を見ていってください。また、役に立ったなであるとか面白かったなと思う方はぜひとも他の方にもこのチャンネルや動画の拡散よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。